りくです。 AI 猫のアポロと申します。オンラインゲームを作ろう。始まるよー。この番組は私たち中学生がオンラインゲーム作りに挑戦する番組です。イエーイ。はい、今日からスタートしましたオンラインゲーム開発チュートリアル編。はこれまではリクたちの日常とかオンラインゲーム開発についての勉強とかいろいろと織り交ぜながら番組を配信してきましたが、オンラインゲーム開発チュートリアル編ではさらに丁寧にもっと詳しくなんと開発チュートリアル動画としてお届けしていきます。す題して一緒にオンラインゲームを作ろう。ごい。しかもりくの開発ブログも始めちゃいました。動画内で使用しているスクリプトを公開したり、技術用語の詳しい説明などブログの中で行っていきます。動画とブログの両方見てもらえれば簡単にオンラインゲームが作れるようになってます。これからもオンラインゲームを作ろうをせーの、よろしくお願いします。では最初にどんなオンラインゲームを作るのかりく説明してくれにゃ。わかった。今から開発するゲームはフィールドの中で弓矢を撃ち合って遊んだり、チャットやエモートによるコミュニケーションを楽しむことができるオンラインゲームです。一つのルームにはなんと100人のプレイヤーが参加することができます。まず開発を始めるために必要なものをご説明します。本日はシングルプレイのゲームをストリクスクラウドを使ってオンラインゲームにしていきます。こちらが Unity のアセットを利用したシングルプレイのゲームです。キャラクターの移動やクリック操作で弓を撃つことができる状態になっています。ただしこの状態では通信機能が入っていないので、マルチプレイを実現していくためにストリクスクラウドというサーバーソリューションを使用します。ストリクスクラウドとはオンラインゲーム開発に利用できるサーバーソリューションです。サーバーのセットアップをはじめマッチング、ルーム作成、同期処理を実現するサービスです。リクのような初心者でも簡単にオンラインゲームを作れるような仕組みになっています。それではこのストリクスクラウドを使ってオンラインゲームを作っていきましょう。ちょっと待ってアポロ。開発に入る前に皆さんに大事なことをお伝えします。開発の順番、お品書き。こちらがこれから配信するオンラインゲーム開発のステップです。本動画では開発環境のセットアップとサーバーのセットアップについて配信していきます。そして第2話ではキャラクターの移動、アニメーション同期、エモートの同期を行います。第3話では矢の同期と矢が当たった時に発生するエフェクトの同期、そしてチャット機能開発についてお送りします。この動画を見ている皆さんが僕たちと一緒に開発を進められるようにリクの開発ブログの中でプロジェクトも提供しています。 Step 1. 開発環境の構築。はい、それでは開発環境の構築からスタートしていきます。まずは開発に必要なものをご紹介します。Unity、キャラクター、マップ、弓矢、シングルプレイゲームのスクリプト、そして先ほどご紹介したストリクスクラウドとプラグイン提供されているストリクスユニティ SDK です。またスクリプトを書く際にスクリプトエディターが必要になりますが、この動画ではビジュアルスタジオを使用しています。ではですね、ちょっとこちらの映像をご覧ください。先ほどご紹介した開発に必要なキャラクターやマップ、弓などのオブジェクト、それからシングルプレイゲームのスクリプトなんですけど、これらを全部パッケージしたものをリクのサンプルプロジェクトとしてご用意しました。このプロジェクトでは Unity エディターが用意しているプリミティブや Unity ちゃんを使用してます。このようにですね、棒っていうか、弓矢を撃つことができる状態になってます。リクの開発ブログの中でこのサンプルプロジェクトをダウンロードすることができます。開発ブログはストリクスの公式サイトからアクセスすることができます。
こちらのページです。ただし、この動画の中で使用するプロジェクトには、Unity のアセットや私たちが制作したキャラクターを使用しているので、リクのサンプルプロジェクトとは見た目の違いがあることだけご留意ください。さあ、それではリクのサンプルプロジェクトをご活用いただき、一緒にオンラインゲームを作っていきましょう。まずは Unity Hub からリクのサンプルプロジェクトを開きます。使用する Unity のバージョンはこちらです。なお、皆さんのお手元にあるプロジェクトを利用していただいても問題ございません。はい、設定完了です。これで開発環境はバッチリですね。それでは続いて、ストリックスクラウドを使ってサーバーを立ち上げていきます。 Step 2. サーバーのセットアップ。はじめに通信に必要なサーバーを作るため、Web ブラウザからサーバーのセットアップをしていきます。リク、よろしくにゃ。それでは皆さん、はじめに Web ブラウザを立ち上げて、アルファベットでstrixcloud.net と検索してください。このようにストリックスクラウドの管理画面にアクセスできます。使用にあたってはアカウント登録が必要となりますので、登録してご利用ください。はじめにストリックスクラウドのサーバセットアップを行います。まずストリックスクラウドの管理画面にログインします。アプリケーション名のところに名前を入力してアプリケーション作成ボタンを押します。今日はリクのオンラインゲームと記入します。リクのオンラインゲームを選択してクラスター作成ボタンを押すとサーバが追加されます。クラスターの左下にある追加ボタンを押すとサーバーのインスタンスを増やすことができます。はい、これでサーバーのセットアップは完了です。なんかあっという間にできちゃいましたね。次にストリックス SDK のセットアップ作業を行います。ストリックスクラウドの管理画面からダウンロードしたストリックス Unity SDK をプロジェクトにインストールします。よし、これで OK って。次に先ほど立ち上げたサーバを Unity に設定していきます。もう一度ストリックスクラウドの管理画面に戻ります。詳細情報タブにあるアプリケーション ID とマスターホスト名をコピーします。ストリックス Unity SDK に含まれているストリックスコネクト UI っていうプレハブのホストネームとアプリケーション ID を先ほどコピーしたものに書き換えます。ここを変更してと。これで OK。セットアップ完了。そしてコネクトボタンを押すと、すごい、一発でルームに入れちゃったってことだよね。ホストとアプリケーション ID を登録するだけでサーバーに接続できるようになります。また、ストリックス SDK をインストールすることで API やコンポーネントを使えるようになりました。開発環境とサーバーのセットアップはこれで完了です。次回はキャラクターの移動、アニメーション同期、そしてエモートの同期です。それでは次の動画でお会いしましょう。まったねー。